薄段ロープウェイ、潜水艦に乗船、意味時期マグロ丼、2人で分け合うソフト、いい子いい子のシマエナガ、チューリップの絨毯、ババンババンバンバン。この時はまだ気づいていない惨劇を。こんにちは、折り紙トラベルです。今回は JAL のお得なチケット、どこかにマイルで北海道の新千歳空港が当たりました。そこで新千歳空港から近い観光地13選を巡ってきます。北海道の素晴らしい景色をたくさん撮ってきましたので、最後までぜひお楽しみください。まずは羽田銀座ライオンで前祝い。飛行機は最終便、搭乗まで時間はたっぷりありますのでゆっくりです。新千歳空港到着、最終列車にギリギリです。間に合うのかな。預け入れ荷物をしなかったので、荷物を受け取る待ち時間がなくてなんとか間に合いました。電車で2つ先の千歳駅へ向かいます。 JR イン千歳さんへゴールイン。深夜の到着にも笑顔で対応、口コミ高評価も納得です。おまけに大浴場付き、ここ大事よ。千歳駅からほぼ直結、電車利用の私たちには大変助かります。朝食付きは1人たった500円のアップ。迷わず朝食付きを選びました。ホテル併設の弥生軒さんでいただきます。メニューは5種類。2人とも3番焼きサバ定食を注文。じゃーん、これで500円、おかわり無料ですよ。このご時世。お腹パンパン、大満足。ごちそうさまでした。チェックアウト後、レンタカーを借りに出発。千歳駅から車で4分。空港送迎もあります。HM レンタカーさん到着。じゃらんクーポンで超お得。2泊3日で7000円。浮いたお金は次回動画撮影の軍資金に。車は新しめのアクア。北海道の大移動では大助かり。ここはお決まりの感謝感激雨あらーれです。傷の確認もバッチリ。北海道の旅へいざ行かん。まずは道の駅ウトナイ湖へ。ハンドルを握ればそこは北海道でっかい道。右見て、左見て、もう一度右を見ても北海道。走ること30分、ウトナイ湖到着。まずは湖へまっしぐら。渡り鳥の楽園として知られるウトナイ湖。ウトナイ湖の語源はアイヌ語のウッナイに由来するそうです。ラムサール条約登録湿地でもあります。北海道の地名の約8割はアイヌ語が由来です。北海道には読めない地名もたくさん。私も新潟の柴田を新発電と呼んで主人に笑われました。地名は難しいです。白鳥さん登場。お昼寝中でしょうか。近づくと怒られそうです。ほらね、触らぬ神にたたりなし、遠くから見つめるだけにします。新千歳空港が近いため、飛ぶ飛行機と湖のコラボがドラマのワンシーンのようなロマンチックな雰囲気です。Good luck。ウトナイ展望台があります。楽しませていただきます。一気に屋上デッキまで来ました。360度の大パノラマです。北海道といえば展望台、展望台といえば北海道と言っても過言ではありませんね。都内ではこんな景色50回くらいまで行かないと見られません。しかもそこへ行くのが一苦労です。過去動画の釧路編でも展望台をたくさん巡っています。よかったらそちらもご覧ください。道の駅ではよさこい演舞もあるそうですよ。見たいなぁ。よさこいソーランの踊り大好きなんです。最後に売店も覗いてみましょう。地元の野菜がありますね。
アスパラが欲しいけどダメになるかな。苫小牧といえばホッキ貝が有名みたいです。そもそもここが有名な苫小牧だと知ったのもつい先ほどです。食事もできるみたいです。やっぱりホッキ貝料理が多いですね。みんな大好きシマエナガちゃん、かわいい。ワンちゃん用にエゾジカジャーキー、ジビエです。今日は特別にフレンチよ。愛犬いたら行ってみたい。苫小牧市公式キャラクタートマチョップちゃん、どうぞお見知りおきを。次は登別。高速道路もありますが、途中でお昼ご飯を食べようと思うので下道で向かいます。Google 口コミ4、スーパー併設、コスパと味で決めたそうです。元気広場さん。メニューはこちら。丼物、ラーメン、カレー、定食まで、どれにするか迷います。皆さんならどれにしますか？北海道ということで海鮮丼も気になりますが、少し予算オーバー。ここは大好物のマグロ丼を注文。地元の方が集うスーパーの横にある飲食店。観光地価格も何のその。主人、あっぱれです。主人はお刺身より中華派。私はマグロ丼。スーパーの横にある隠れた名店。しかも価格は1580円。マグロは中トロでした。塩ラーメンとチャーハン2つで980円。お腹もお財布も大満足のランチでした。次は本日の最終目的地、登別温泉エリアへ向かいます。こちらが登別エリア。まずは大湯沼と日和山展望台へ。日和山展望台から大湯沼を眺めてみましょう。すでに硫黄の匂いに包まれています。この下に大湯沼が見えます。見えました。登別の地獄谷からここまでの散策コースがあるんですよ。足が良かったら歩いてみたかったです。こんな感じのルートです。楽しそう。大湯沼に降りてきました。駐車場料金は1日500円。この500円で当日に限り、地獄谷駐車場と大湯沼駐車場をそれぞれ1回ずつ利用できます。あたりは強い硫黄の香りが漂い、もうもうと立ち上る湯煙に圧倒されます。エメラルドグリーンに近い色で阿蘇の火口を思い出しました。過去動画でも紹介してますので、よかったらご覧ください。大湯沼は活火山である日和山の噴火によってできた爆裂火口の跡です。表面温度は40度から60度。沼の底からは約130度もの温泉が勢いよく噴き出しています。この地熱を何かのエネルギーに活用できたらいいのにと思いました。お風呂の蓋を開けっぱなしにしているようなもったいなさを感じてしまいます。お風呂の栓をし忘れてお湯を入れた時ほどのショックではありませんが、必ず年に数回やってしまう、もう大失敗です。続いて反対側にある奥の湯も覗いてみましょう。こちらは直径30から50メートルほどの小さな沼です。表面温度は75から85度もあり、沼底からは灰黒色の硫黄泉が湧き上がっています。時間の都合で立ち寄りませんでしたが、ここから600メートルほど歩いた先には天然の足湯もあります。大湯沼から流れ出た温泉の川にそのまま足を浸すことができる全国でも珍しい天然の足湯です。さて、いよいよ今回のメインイベント、
ババンババンバンバン。登別にやってきましたわーい。幼い頃、8時だよ全員集合で聞いていた。登別の湯。その後、津村順天堂の入浴剤、登別カルルスを入れる旅。いつかは行ってみたいと思っていた憧れの場所。あれから数十年、やっとたどり着きました。前回の幸福駅、そして今回は登別。願いって叶うんですね。まずは一旦興奮を抑えて、登別地獄谷のご案内オバ。現在の登別は多くの外国人観光客で賑わっています。一番近い駐車場からは約120メートルです。大湯沼で500円を支払っているため、当日1回、こちらの駐車場も無料で利用できます。私たちは地獄谷入り口に一番近い第一滝本館に宿泊したので、ホテルに車を止めました。お宿の詳細は別動画で公開予定です。それでは地獄谷入り口へ向かいます。途中、鳥獣供養碑と包丁塚の碑があります。続いて現れるのは大木石。水をかけると文字が浮かび上がる不思議な歴史ある石碑です。いよいよ地獄谷入り口に到着です。車椅子の方や足元に不安のある方は、横のスロープから地獄谷へ向かうことができます。まずは写真スポットで外国の方に撮ってもらいました。撮影時、1、2、3、1 more と声をかけていただきましたので、抜け目のない私は以降その言葉を乱用しましたわ。東に観光客を見つけたら、行って、1、2、3、1 more。西に一人旅を見つけたら、行って、1、2、3、1 more。こうやってみんなの写真を撮ってあげられる、そういうおばさんに私はなりたい。そしてしれっと本題の観光へ。登別観光で絶対に外せない人気スポット、登別地獄谷です。目の前に広がるのは草木も生えない白煙に包まれた異世界のような景色。1日に1万トン以上もの多種多様な温泉が湧き出す温泉街の心臓部とも言える場所です。ここから各旅館へ温泉が送られているそうです。地獄谷の中に整備された木製の遊歩道を歩きながら見学することができます。この遊歩道をずっと進むと、先ほど言った大湯沼まで行けます。現在、膝骨壊死で杖が2本必要な状態ですが、意地でも歩きますわ。だって50年越しに来たかった場所ですからね。ここは北国、登別の湯を口ぐさみながら楽しんでいますわ。同情はゴムよ。同情するなら写真撮らせてですわ。1、2、3、1 more。遊歩道はライトアップされているので、夜でも安心して歩くことができます。食事を済ませ、夜の散歩に来ました。平成8年の開湯150年を記念して作られた雪神の旧金棒。旧金棒なのに地上にあるのは8本だけだそうです。残る1本には対岸成就という最も強力なご利益が込められています。あと1本はどこへ？実は私たちこの時は全く気づいておりませんでした。そう、その1本は8本の金棒が交わる広場中央の地下に最後の1本が埋められているのです。これはもう次回ど真ん中で仁王立ち確定ですわ。
旧世紀学を引用しており、それぞれの金棒には方位と貢献があるようです。こちらの間欠泉は約3時間ごとに50分間ほど吹き出しているそうです。ちょうど吹き出しておりました。ラッキーです。夜に輝く赤と青の鬼さん、まるで舞台のワンシーン。おう、今日も人が多かったな。ほんとだべさ。でも青くんは座ってるから楽だべさ。そうでもねえんだわ。膝が意外と痛えぞ。そんな光景が頭に浮かびました。地獄谷入り口までやってきました。夜のお散歩って楽しいです。ライトがチカチカしております。目の弱い方はスキップしてくださいね。おはようございます。聞かれてもいないけど、よく眠れました。朝一番で臼田へ行きます。高速より10分遅くなりますが、倹約して下道です。朝の空気はひときわすがすがしいです。北海道、朝、山道。これはもう美味しい空気の三拍子じゃないですか。車移動で、熊さんなんかへのかっぱ。レンタカー移動にして大正解。会いたくない動物ナンバーワン。ごめんね。以前蔵王の山道を走っていたらニホンカモシカが突然現れ、感動したのを思い出しました。そうだ、今まで道で出会った動物を言うゲームをしましょう。猿、タヌキ、キツネ、鹿、テン、ウサギだの。あれ、どこがゲームなのでしょう。古今東西と間違えていました。しかも一人。あ、羊蹄山。富士山に似た美しい姿から蝦夷富士とも呼ばれています。OK 駐車場でゆっくり眺めてみることにしました。あ、OK の駐車場ではありません。わからない人ごめんね。周囲は森、森、森。とにかく北海道です。耳を澄ますと聞こえるのは鳥のさえずりだけ。動画を撮るのも楽ちんです。ほんと、都心は大変です。あ、すいません。うちは話を。車で走ること1時間。臼山へ到着。ここから昭和新山も見えます。この山の詳細は後ほど山頂から。広場の片隅にはレトロな丸型ポストが。昭和新山誕生の様子を記録した三松正夫さんゆかりのポストなんです。火山活動を毎日記録し続け、貴重な資料を残されています。昭和新山を見守るように赤いポストが佇んでいます。私たちは訪れていませんが、熊牧場もあります。遭遇したくない動物ナンバーワンですが、飼育されている熊は愛くるしいです。餌、クッキーが何とも可愛さを助長しています。クッキーが大好きには見えませんが。さて、臼山ロープウェイに乗りましょう。乗り場前のフロアでは、ちょうど可愛いからくり時計が動き出しています。なんと、セイコーのからくり時計。ここまで完全な状態で残っているものは数少ないそうです。ライオン、クマにオウム、ウサギちゃんたちが代わる代わる女の子に変身します。さすがセイコー様。細工が細かいです。細工だけに。
1階には売店が見えます。壁には有珠山の歴史が。現在も活動を続ける活火山のようです。ロープウェイ料金はこちら。大人2人で4000円。そうだ、ここは外食を1回我慢して登ればいいんです。さあ、いよいよ約6分間の空中散歩、ワクワクします。皆様もご一緒に来ちゃってください。3、2、1。洞爺湖が見えます。霧で少し見えにくいです。降りると有珠山テラスが。テラスからは昭和新山を見下ろせます。国の特別天然記念物です。実はこの山、昔は麦畑とのこと。爆発や噴火を繰り返し、たった2年でこの姿になったそうです。その誕生の記録を残したのが、先ほど赤いポストでご紹介した三松様。世界的にも貴重な資料として残されているそうです。テラスの反対側には遊歩道が続いています。せっかく4000円払ったのに、テラスだけで帰るわけにはいきません。よし、ここはよくわからないまま、皆さんについて歩くのが妥当。これこそ女の直感。途中、すれ違った女性の息がかなり上がっているのを聞き逃しませんでしたが、遊歩道は整備されていて快適に歩けます。しかし、この時点ではまだゴールは見えていません。有珠山が近くに見えてきました。途中の橋がいい気分転換になります。うわ、とうとう長い階段。せこせこ根性で来ましたが、引き返すかこのまま進むか、自問自答の繰り返し。良い子の皆さん、くれぐれもここに来るときは、履き慣れた靴でお越しください。先生、おやつは150円までですか？安っ。昔か。先生、お腹が空いたらスニッカーズ食べていいですか？欧米か？いや、CM か。北海道だけに高俊さん登場で。それはそうと、汗だくです。標高が高くなってもどんどん暑くなっています。まさに逆転現象。脱いだらかさばるのに、上着はいらなかった。途中で上着を腰に巻いている人を大勢見かけました。みんな一緒で嬉しかったです。お、ゴールが見えてきました。もうすぐ元トレ確定です。確変の方が好きですが、良い子のみんなは知らなくていいよ。階段の段差が低いので、思ったよりは苦しくありません。さあ、最後の直線コース。すいません。例えが影ごと多くて。到着！やったねパパ。明日はホームランだ。そして朗報。ここまで来てやっとここが臼花高原展望台だと知りました。花高？怖っ。杖生活になって久しぶりの達成感。元が取れた。嘘。上がってきた達成感よ。昭和新山。洞爺湖。山頂ロープウェイ。うわ、こんなとこまで。
薄段、どうしても有津山と読みそうになる。反対側も覗いてみましょう。残念ながらこっちは雲の中。せっかくなので一番上にも登ってみましょう。プチ見晴らしアップです。そしてここで一番高いところ、なんだか嬉しいです。さあ下山です。いやでも目の前の小屋に寄ってみます。覚悟を決める準備です。綺麗なベンチで一休み。こんなに登って冗談じゃないよ。帰りは思ったより楽ちんです。ここまで来たらあと少し。帰ってきました。ロープウェイは15分単位で運行。運休期間もあるので必ずホームページで確認してね。私たちはしませんでしたが。次は洞爺湖の遊覧船乗り場へ向かいます。無料駐車場がすぐそばに。料金次第ではスルーでした。危ない危ない。洞爺湖中島めぐり遊覧船。洞爺湖の中央に浮かぶ中島をめぐり、約50分の船旅。時期によっては中島に上陸もできます。すぐ近くに足湯もあります。時間の都合で遊覧船に乗れなかったので、せめて足湯だけは入りました。先に使っていた女性が、床ぬるぬるやから気をつけた方がええで、と声をかけてくださいました。確かにすごくぬるぬるで、ドジな私めはすっ転んでいたかもしれません。本当に助かりました。次は主人が見つけたある有名歌手の記念像へ立ち寄ります。真っ狩川河川公園の無料駐車場に停めて見に行ってみます。真狩神社へ向かう途中にあります。真狩村出身、演歌界の大御所です。誰だ？引っ張ります。いや、引っ張らせてください。意味はありません。この方、初めての金床収録後、テレビに出られるっていいなぁ、とつぶやいたそうです。その一言が金ちゃんの心に刺さり、その後も金床へ出演し、それがきっかけでブレイクしたそうです。私、こういう話大好きなんです。お待たせしました。とうとう大御所様登場です。子供の頃、金ちゃんのテレビでよく拝見していた演歌歌手。羊蹄山をバックに堂々と立っているのは細川たかしさんです。じゃーん。後で知ったのですが、センサーに触れると歌が流れるそうです。ガビーン。後で知ってばかりです。こんな素敵なところで育ったんですね。羨ましい。次は真狩神社一の鳥居へ向かいます。羊蹄山をバックに鳥居が立つ風景が人気の撮影スポットだそうです。桜の季節には桜のトンネルが絶景です。次はニセコ第二有島ダチョウ牧場へ。駐車場は無料です。まずは右も左もわからず、とりあえずダチョウのおやつを購入。で、いいの？本当にでかいんだよ。いい？大500円、小100円。大きな鳥なので大を買おうとしたら主人に却下され、大はやめて
足りなくなって戻るのも嫌なので、ショーを2つ購入したいけど。大吉と小吉。餌売り場の奥にある売店は残念ながらお休みです。ダチョウの卵の殻などが販売されているようです。入り口の自販機ではウインナーなども購入できます。早速おやつをあげに行きましょう。思ったよりたくさんいます。嬉しい入場無料。当期は休業するそうです。事前確認してね。美味しいの持ってきたよ。美味しいの持ってきたよ。美味しいよ。いる？美味しいの持ってきたから食べてね。たくさん集まってきて焦っています。どうやってあげるんだろう。どうやってあげるんだろう。手のひら開いてあパクって食べると思うよ。あ、そうなの。怖いよ。怖いよ。痛い痛い痛いよ。痛いじゃない。笑い事ではありません。痛いあげる。できない痛い。痛いよ。いっぱいこうやって手にあ痛い。げる。無理無理。だからそんなにないの。痛いよもう。ね。どんな食い方してんの。こうやってポンってあげるしかないの。どうやんだろう。あげ方が難しい。手からはあげれないよ。すごい。手から。ここであげればいいんだよ。これに。あこれにあげればいいんだ。いや、怖い。怖い。ちょっとあ。怖い。負けばいいね。手に置いてポンって。うん。手にあげる必要あるか？じゃあ手に入れてからさ。これで。これがいい。これでいい、これで。食べてる、食べてる。美味しいか？美味しいのか？これでも大人だったのでまだ笑いますが、すごい。平均年齢は低いですが、お子様だったら怪我をしていたかもしれません。お腹空いてたのかな？手からあげるやつじゃないんだな。ね、これはね。危険だよ。あっち行ってもいい。危険だね、これは。あっち行く、あっち。あっちに逃げよう。やっと可愛らしく思えてきました。可愛らしい眼差し。羊蹄山とダチョウ。不思議な組み合わせです。今までで一番印象的なイベント、苦行でした。ダチョウ牧場。餌は器へほいさっさ。今回の教訓でした。今日の観光はここで一件落着。早めにお宿に向かいます。だってラウンジがあるんだもん。やけ酒。明日は最終日。支笏湖方面に向かいます。本日のお宿の様子も別動画で公開予定です。よろしければチャンネル登録して待っててね。いよいよ3日目最終日。ダチョウの傷も何のその。昨晩泊まった温泉街の中心部にある定山源泉公園に来ています。至るところから温泉が流れ出てます。定山渓のビュースポット、月見橋。ここからの定山渓の眺めは超有名らしいです。近隣は有料駐車場だけです。
それならとホテルから散歩がてら歩いてきました。温泉の由来もこういうのを読んじゃう派なんです。文字があれば読む、穴があれば覗く、風が吹けば桶屋が儲かる。あれ、違うか。温泉を広めるために尽力した修行僧の銅像があります。定番の足湯もあります。足湯は混浴なので嬉しいですね。ワニはいないし。ここで15分から20分待てば温泉卵ができるんですよ。ご家庭なら10分でそのまま蓋をしてあと2分。冷蔵庫の冷たい状態からいきなり沸騰したお湯に入れると殻が剥けやすい。あれ、この情報いりませんか？ゆで卵の匂いなのか、温泉の硫黄の匂いなのか、色で分けてほしいですね。次は国営滝のすずらん丘陵公園へ。昨晩泊まったホテルの窓から見えていたトンネル。なぜか通れて喜んでいます。レンタサイクル目当てで来ましたが、平日はほぼ休みで断念。私たち夫婦のいつものことです。そしていつも通り、転んでもただでは起きませぬ。今が見頃のチューリップへ諸突猛進。メインの東口駐車場に車を止めました。入場門までスロープがあり、これ幸い。15歳未満入場無料の神対応。年に数回無料の開園日があるそうです。今はチューリップとスズランが見頃。四季折々の花が楽しめそうよ。冬はスキー、1年を通して楽しめる憩いの場。しかも国営。なんかお得そうな予感。むむ。レストランカントリーハウス。行くでしょ、見るでしょ、食べるでしょ。なんかみっけ。やっぱりね、こうすると思った？美味しそうな料理がずらり。ホテルの朝食を食べ過ぎたので、いや、正確には食いだめしたので、努力を無にすることなく、ソフトで軽く済ませます。一つ550円。一つでも、清水の舞台から下を眺めている気分です。主人がバニラが苦手なので、チョコ一択。登場してもらいましょう。一つでもスプーンがついているので一緒にペロペロは避けられます。歯ブラシとソフトは夫婦といえども他人です。チューリップを見ながら味わう濃厚ソフト。1/2。糸お菓子。見渡す限りチューリップの絨毯です。下の方にも行きたいので、何か楽に行ける方法はないかと考えています。ありました。駐車場から中央口まで車で行って、その入り口から入る方法が。足を痛めてからこういうことだけはすぐ思いつくのです。うっしっし。駐車場と入園券は一日中出入り自由と Google 先生に教えてもらいました。じゃーん！作戦成功。楽ちんでした。チューリップ広場を横に歩いていくと、カニ歩きではありません。4つの小さな滝を見つけました。水温と流れに癒されます。こんな時、庭にあるといいな。千利休か。これ、絶対入りますよね。ひんやりとしています。例えるなら、秋吉戸。あれ、もっとわかりにくい？感無量。数時間では回りきれなかった滝のすずらん丘陵公園。次来たらソフトクリームを一つずつ食べる決心がつきました。私はミックスで。次は今回最後の観光。支笏湖の遊覧船に乗っちゃうよ。洞爺湖で英断したリベンジです。うっしっし。公園から車で45分のドライブ。
途中支笏湖が見渡せるポロピナイ展望台へも立ち寄ります。なぜか我先。多分頭は撮影でいっぱいです。40年一緒にいると嫌でもわかります。日本で2番目に深い湖、支笏湖。ちなみに1番は秋田県の田沢湖。巨大なすり鉢形状で浅瀬から一気に落ち込むため、支笏湖で遊ぶな、と言われています。先生、公園なら遊んでもいいですか？普通か。トシさん乱用です。シッシーと呼ばれる謎の巨大生物がいるという都市伝説もあります。私はヨッシーしか知りませんでした。そして水がきれいすぎて、過去には10年連続日本一に輝いたことがあるそうです。珍しい小鳥のさえずりがたくさん聞こえています。姿も見たいな。私、実は鳥好きなんです。さあ、湖の近くに行きましょう。とうとうやってきました。駐車場料金、多分有料は全部ワンコインだった気がします。北海道、ワンコイン持参で無駄はなし。湖畔には美味しいグルメスポットも。到着が遅かったので、お目当てのお店はすでに休憩中。でも今日の日程で何を省けというの？誰に文句を言ってるのでしょう。支笏湖名物ヒメマス。毎年6月1日から8月31日が解禁日です。今まさに旬のヒメマスがいただけますね。いいな、いいな。とはいえ、日本最北端の大地。簡単に行けるわけではありません。年中提供しているお店もありますので、安心してください。売ってますから。小腹が空いて黄昏ていると、美味しそうなのれんのお店を発見。私よく赤いのれんにそそられます。というではありませんが、昭和物産さん。3が2回。これ、ハンドルネームでのあるあるですよね。こっちに来て大好きなラーメンを私はまだ一度も食べていないので、ここは価格も考慮し、ラーメン一択で。夫は味噌ラーメン、バター抜きを注文。私は醤油ラーメン、抜くものはカロリーで。ひひ。こんな冗談言って、こんにゃくの麺が出てきたら大変なので、もちろん声には出しません。塩が一番好きですが、今回は醤油で。理由はありません。夫曰く、期待通りの美味しさだそうです。食レポ下手くそです。こちら、醤油はヒメマスの魚醤を使用していて、一見濃そうですが、意外とあっさり。私好みでした。えへん。ごちそうさまでした。支笏湖ビジターセンター。綺麗な建物です。レンタサイクルもあります。普通自転車1000円。電動が3000円。荷物預かりサービスは500円。支笏湖のお魚も優雅に泳いでいます。ボタンを押すと鳥の鳴き声が聞けます。赤小瓶、シマエナガ、カワラヒラ。面白くてとにかく全部押しました。季節ごとにこれだけ多くの花を見ることができます。こうして見比べてみると、木の種類によって木肌も随分違うんですね。そういえば家のフローリングを選ぶときも随分悩んだのを思い出しました。こちら、支笏湖シンボル、山線鉄橋。ちょっと長いので、この鉄橋の歴史を超要約してみました。北海道最古の鉄道橋、歩道橋、老朽化、修復、現在ご隠居。詳細はググっておくんなまし。さあ、いよいよクルージングへ。
30分のクルージング。また4000円。またしても外食我慢でいきましょう。やりたいことはたくさんありますが、予算もあるので厳選しながら楽しみます。いざ出航！今日は平日のせいか比較的空いています。乗船するや否や階段で下に行きます。下に行くとそこはまるで潜水艦、はたまた動く水族館。もう半分は元を取った気がします。たくさんいるのはウグイ。その中にたまにヒメマスがいるんだよ。釣り好きの主人が教えてくれました。たまには尊敬。蒔絵をしているのでしょうか。素晴らしい出発前の光景です。出発後少ししたら急激に水深が深くなるとの放送でドキドキワクワク。もうすぐです。水の色が変わるのでわかるらしいです。わかりましたか？気づかなかった方、戻して戻して。続いて海の中で柱状節理が見えます。柱状節理とは熱い溶岩が冷えて縮む時にできる柱のような形をした岩のことです。約4万年前の支笏火山の噴火が生み出した大自然の芸術作品なんです。丘からも柱状節理が見えます。ここからは皆様もしばし支笏湖のクルージングをお楽しみください。あっという間の30分でした。夕日が雲に反射して綺麗です。HM レンタカーさんへ車を返却。おかげさまで楽しい旅行ができました。感謝です。千歳空港へ送迎してくださいました。約8分です。出発まで3時間ほどあるので、江戸前そばと豚丼北道さんで打ち上げ。いつもの2人ですが、お蕎麦屋さんですがおつまみも充実。揚げ出し豆腐、イカつまみ、天ぷらなどを注文。夫は羽田から車なのでノンアルビールでがっかり。私はこれでも申し訳なさげに芋焼酎のソーダ割り。乾杯。天ぷらは衣が軽くサクサクでとても上手に揚がっています。右上にあるのは第八栗原かまぼこ店のイカつまみ。これ美味しくて2回おかわりしましたよ。もうお店の名前が美味しそうでしょ。揚げ出し豆腐も主人の大好きな味。
イコール私が作る味。締めにお蕎麦、すりおろした山わさびを乗せていただきます。早速いただいてみましょう。粋な食べ方ですね。美味しいです。ごちそうさまでした。どこかにマイルは最終便が多いですが、お安く旅行に行けて倹約旅行の私たちには本当にありがたいです。約1時間30分で到着。長時間の動画、最後までご視聴ありがとうございました。50年越しの登別愛に満たされ、洞爺湖の足湯の床はぬるぬる注意。ダチョウ牧場では身をもって教訓を学び、ほいさっさ。支笏湖の動く水族館で主人を尊敬。北海道旅行の参考になれば嬉しく思います。今回の動画が気に入っていただけたら、いいね、チャンネル登録をお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。